こんにちは。今日はね、出し縫い2回目、この靴ノルベジェ製法の靴の出し縫い2回目をね、やりたいと思います。前回ね、出し縫い1回目をやった後に、この辺ウィールをね当てました。これですね。このギザギザの歯車をこうやって熱して、ここに革に押し当てて、こういうギザギザ模様をつけました。で、今ちょっとね、ここに白い線引いてあるんですけど、このギザギザのへこんでるところとこの白い線の交わってるところ、これを縫っていきます。こうやって360度全周縫います。で、今回このさっきの歯車、これはね、10番ってやつで、この10番っていうのは1インチの中に、つまり 2.5 センチの中に10針縫い目が出るっていう、そういう感覚のギザギザなんで、これは靴を全部を縫ってね、多分ね230針ぐらいですかね。で、この靴、このヴィンテージの靴、これもね同じ設定で縫ってて、これもね10番のウィールを使って全周縫ったんですよ。これもなかなか大変だったんですけど、この時よりも多分うまく縫えるようになってるんで頑張りますまずこれ糸です。この浅い糸に先端にテグスの針をつけるんですけど、先端の加工をやります。これもねちょっと何度かやってるんですけど、もう一回やりますね。絡まっちゃった。この麻紐の先端、この先端を軽くほぐしていきます。これ6本寄りなんで、細い糸が6本寄られてるやつなんで、全部ほぐして、そしたらこのほぐれた1本こうさらに細くします。そんでブラシでさらに細く、こんな感じでねふわふわにほぐれました。で、このふわふわな糸の先端に松ヤニを縫っていきます。毛先がねまとまってきました。よし。したらですね、テグス、これ普通にテグスです。このテグスのねこの半分ぐらいのところ、これをねヤスリで削ります。削るっていうか、荒らすって感じで、表面がツルツルなのをザラザラにします。そしたら今ザラザラにしたところにまた松ヤニを塗って、これ松ヤニはね滑り止めとか接着剤の意味ですね。ベトベトしてるんで、ザラザラになったテグスの表面にこうやって松ヤニをつけて、でさっきの糸、松ヤニを塗った糸をこのテグスに巻きつけて、このテグスと一体化させるんですよね。くるくるっと。これはもう本当に多分カメラにあんまり映せないぐらいな細かさなんですけど、こんな感じで巻きつけていってます。こんな感じに巻きつきました。で、これに最後ローを塗って滑りを良くして完成です。よし、じゃあ塗っていきますか。いろいろ準備が手間取っちゃった。どのくらいかかるかな、これ。時間相当な時間かかる気がしますよ。出し縫いはねそういうもんなんで根気で勝負します。長さを半分にしまして、これちょっといきます。で、これね、出し縫いを手縫いでやる意味、これはね意味は合ってないようなもんなんですけど、意味はあります一応ね。で、1個目は見た目です。機械でこれミシンで出し縫いするのと手で出し縫いするのでは結構違うんですよ。よいしょ、買った。ミシンでやるとウィール、さっきこの歯車あったじゃないですか、あれに合わせて糸を落とすことができないんですよね。なのでこの縫い目が整然と並んでる感じがちょっと薄れますね。
ミシンで縫うと。それとミシンの縫い目ってすごくね均等なんですよ。でそれは綺麗なんですけど、逆に言えば綺麗すぎるんですよね。若干のこの手でやる揺らぎみたいな、それが汚いってわけじゃなくて揺らぎなんですよ。それがあるとなんていうかね、重厚感とか、あとは逆に柔らかさが出るみたいなね、そういうことがあったりしますね。2つ目、これはね、見た目じゃなくて機能の話。機能的にはミシン縫いより手縫いの方が強いです。なぜかと言いますと、靴底って履いてるとすり減るじゃないですか。そうすると靴底を縫ってる糸も切れるんですよ。その時にミシンで縫ってある糸って上糸と下糸がはっきり分かれてるんですよ。上糸と下糸があって、上糸はこうやってずっとこうやって上糸のままなんですよ。ここで絡むんですけど、ここで絡んでって上糸は上糸、下糸は下糸なんですけど、このハンドステッチの場合って上糸下糸が交互に入れ替わるんですよね。上糸下糸がこう来てこうなるんですよ。わかりますかねこれということはね、ミシンで縫った一目って強くないんですよ。だからミシンって一箇所が切れるとバラーって剥がれたりするんですけど、手縫いって一箇所が切れても他のところはしっかり縫いがかかったままで外れないんですよね。それが手縫いの方がミシンより強いっていう、そういう理由です。ですがミシンで縫っても縫い目は結構強いんで、そんなに全然違うとかね、そういうもんではないんですけどね、一応そういう理論上の違いはねあります。今ねどのくらい、やっと半分ぐらいかな来てます。この辺からね初めてこうぐるっとここまで来てるんですけど、いや大変ですよ。縫い目はねそんなに悪くない感じ。なかなか正確な場所に穴開けるのが神経使いますね。一応ここ少しだけ先に穴を開けてあります。ちょっとだけね。でそこに合わせて改めて針を通して貫通させる。うまいこといかないんですよこれが。ここね溝が掘ってあるんですけど、この掘った位置がちょっと微妙だったんだよ。少し内側を掘っちゃって、うまいことこの溝にね針を出すのがダメだ、下手くそだ。してた、ちょっと下手くそですこれ、すいません。ここにテグスの針を通して両側から、よいしょ。ちなみにこの針は滑りを良くするためにね石鹸を使ってます。もうちょいで終わります。本当に出し縫いは体力勝負ですね。もうひたすらもう何も考えずに無心で同じ作業を繰り返すだけ。何の意味があるのかっていう話なんですけどそういうね美しさとか機能的っていうのもあるんですけど、単純に僕は出し縫いを手でやった靴が好きっていう。
よし、できました。はい、全体を見るとこんな感じですね。ぐるっと全周になりました。でディティールがこんな感じで、ここにすくい縫いがねありまして、その下に出し縫い1番で、これが出し縫いの2番ですね。計3回縫い目が見えてますね。かなりこの辺がねいろいろ詰め込んであって、ノルベジェーゼらしい靴になってますね。で縫い目の感じがそんなに歪みは激しくなく、割と綺麗に縫えたかなという感じはしますね。もちろんね全然満点ではないんですけど、それなりにはできたかな。でもちろんこうやって見ると結構迫力あるんですけど、意外とこうやって上から見るとすっきりしてるかも。どうですかねなんかあんまりこのね縫い目が見えないんですよね。出し縫い1番は見えないですね、上から見ると。こうやって上から見るとすくい縫いと出し縫い2番は見えるんですけど、出し縫い1番はこの辺で見えてくるっていう感じで、だから意外とすっきりしてたりするのかなとかね思います。はい、というわけで出し縫いまで終わりました。パッと見ね結構この辺ごちゃごちゃやってるなっていう感じはするんですけど、細かい均整の取れた縫い目がなんか連なってるのを見るとなんかいいですね僕やっぱノルベジエーゼ好きですね。本格的なノルベジエーゼ製法で作る靴はこれが初めてなので、作っていくうちにどんどんこう縫い目がね増えてって変化していく感じがねすごい楽しい靴ですね。これは僕が今まで作った靴の中で一番手間をかけてる靴なんじゃないかなっていう気がします。この靴ももうちょいで終わりますけど、完成の時にはねこれカリアパーマに僕の友人ですに履いてもらって、履き心地とかいろいろね聞いてみたいところですね。木型の形状とか、あとは中に入れたシャンクの感じとか、いろいろ実験をしながら作ってる靴なんで、是非その辺の感想は知りたいところですね。はい、という感じで、これは僕のね Twitter、Instagram です。最近ちょっと更新ができてない気がするんですけど、頑張ります。よければフォローしていただけると嬉しいです。じゃあ今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。